沢渡です。今日は絵が完成できなくて悩む人への処方箋というテーマでお話しします。描き始めた絵がどうもダメに見えて、途中で手が止まってしまう。絵の練習を続けても同じ経験を繰り返し、もう自分には才能がないんじゃないかと諦めかけている。実は私も以前は全く同じ悩みを抱えていました。何百枚も描き始めたのに、完成した絵は本当に数えるほどしかありませんでした。でも安心してください。どれだけ絵の練習をしても絵が完成しない本当の原因は絵のうまさではなく問題解決の仕方を知らないからなんです。このやり方を知れば誰でも絵が完成できるようになり、自然と技術も上達していきます。私もこの方法を実践して完成する確率が8割以上に上がりました。この問題解決のアプローチは絵だけでなく人生全般で役立つノウハウです。今後もそういった内容を解説していきますので、今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは始めましょう。多くの人は完成できないという問題に対して完成させようと気合を入れて取り組もうとします。他にももっと練習しよう、もっと丁寧に描こう、もっと上達しようといったアプローチを取ります。でもこれでは問題は解決しません。なぜならそれは問題の本質ではないからです。身近な例で考えてみましょう。例えば今月はお金を使いすぎたから来月は節約しようと決めたとします。この決意で来月からの節約が成功するでしょうか？おそらく皆さんも失敗するだろうと思われるでしょう。そうなんです。目に見える問題はただの現象に過ぎません。お金をたくさん使ってしまったというのは目に見える結果に過ぎないんです。問題の本質は問題が発生するまでのプロセスの中に隠れています。例えば家計簿をつける習慣がないため自分がどれくらいお金を使っているか把握していなかったり、 Amazon の定期便に商品をたくさん登録しているため購入している自覚がないままたくさん購入してしまっていたりなどです。これらに対するアプローチを考えた方がずっと節約に有効そうではありませんか？だからプロセスを分析してどこに原因があるのかを見つけ出す必要があります。見つけたらプロセスをどう変えれば二度と問題が発生しないようにできるか考えます。これはコンサルタントの柴本秀則さんの著書誰も教えてくれない考えるスキルの理論に基づいています。この考え方が絵を完成させるために有効なんです。ただしこれだけ聞いても実際に使えるイメージが湧いてこないと思います。そこで次のセクションでもっと具体的な例を挙げながら解説していきます。問題解決のアプローチとは、問題が発生する構造を見抜き、そのプロセスを変えることで根本的に解決するという考え方です。なぜこのアプローチが重要なのかというと、表面的な対処では問題は何度も繰り返すからでした。だから問題が起こるまでのそのプロセスを変えることで根本的に解決することが重要なんです。節約の話に続いてあと一つだけ身近な例を挙げてみましょう。例えば家の鍵をなくす問題を考えてみてください。私は家の鍵をよく落として目を皿にしながら道を探し回るという経験をこれまで何度もしてきました。これを解決するのにもこの問題解決のアプローチが役に立ったのです。鍵をなくさないようにしようと決めても私は何度も鍵を落としてきました。なぜなら鍵を持ち運ぶ時のプロセス自体に問題があったからです。まずは鍵をなくすまでのプロセスを分解してみましょう。すると家の鍵を閉める、ポケットにしまう、財布やスマホをポケットから取り出す時に鍵を落としてしまうというプロセスが浮かび上がってきました。鍵をなくしたら鍵をなくしたという結果ばかり注目してしまいがちですが、悪いのは鍵を閉めたらポケットにしまうことにありそうです。そこで鍵を閉めた後鍵をポケットにしまうというプロセスを鍵を閉めた後鍵を財布にしまうというプロセスに変えることで鍵を落とすことを防げるようになりました。もうポケットからスマホや財布を取り出すときに鍵がこぼれ落ちてしまう心配はないからです。このように意思だけで防ごうとするのではなく、プロセスの構造、言い換えると仕組みを変えることで根本的に防げるようになったのです。絵も全く同じです。絵を途中で投げ出してしまう最大の原因は絵を描いていてなんかいい感じに見えないという問題が起きた時です。そんな時多くの人は気になるところを片っ端から描き直してなんとかいい感じに見えるようにしようと考えてしまいます。でもこれは問題を抑え込もうとしているだけなんです。本当に必要なのはいい感じに見えない、理想と違うという問題に気づくまでの過程で何が起きているのかを分析し、その過程のどの部分に問題があるのかを見抜き、そのプロセスをどう変えれば良くなるのかを考えることです。それは先ほどの鍵をなくす問題を解決した時と全く同じです。ただ実際にどうやって絵が完成できない問題を分析すればいいのかイメージが湧かないかもしれません。その具体的な方法を次のセクションでお話しします。
そこで私の実際の体験をお話しします。私は以前イラストを描くとき、線画や塗りの段階でなんかいい感じに見えないという問題にぶち当たることがよくありました。でもどうすれば解決できるのかがわからず、嫌になって絵を投げ出してしまうことが何度もありました。そこで問題解決のアプローチを使って分析してみることにしたんです。ここでは理想と現実のギャップのことを問題と定義します。理想と現実のギャップが明らかになれば、あとはそれをどう埋めればよいか考えて実行すればよいからです。まず現象、つまりどういった理想と現実とのギャップがあるのかを整理しました。まず気づいたのは、線画や塗りの段階でなんかいい感じに見えない、描き進めていくにつれてどこか違和感を感じるということでした。そしてプロの作品と比べてみても、やはり全体的に品質が低く見えるということでした。次に現状を把握しました。私の制作プロセスは次の通りです。アイディアを出す、ラフを描く、線画を引く、色塗りをする、仕上げをする。この制作手順の中で自分がどんなことを考えながら絵を描いていたのかを振り返ってみました。そして原因を分析しました。書き出した現状を見ているうちに、ふとラフの段階で構図や明暗、ディティールをきちんと固めないまま線画や塗りに入ってしまっていたことに気づいたんです。もちろんそれなりには固まっていたのですが、それでも理想とするレベルには全然届いていなかったんです。最初は雑に書いてもそこまで気にならないんです。だって途中だから。でも完成が近づくに従って、そういった部分の品質の低さが目立つようになっていくことが分かりました。最後に解決策を考案しました。要するにラフの段階で十分に検討しなかった構図や明暗、ディティールの問題が線画や塗りの段階になって初めて気づくことになり、その時点では修正が難しくなってしまっていたことがまずい点だったので、ラフの段階で構図や明暗、ディティールをきちんと固めてから線画や塗りに進むように変更すればよいのではないかと決めました。具体的には制作手順のラフの段階で構図、明暗、ディティールをしっかり決めてから線画に進むことにしました。しっかりというのはラフの線をただなぞれば理想に近い絵ができるという意味です。手順自体は変わっていませんが、次の手順に進む時の条件を決めたわけです。このように手順を変えることでラフの段階で問題に気づけるようになり、線画や塗りの段階でなんかいい感じに見えないという悩みをかなり軽減することができるようになりました。このように問題を分解して分析することで本当の原因の一つを見つけることができたのです。もちろんいい感じに見えない原因はこれ以外にも山ほどあります。今回見つけたのはその中の一つに過ぎません。でもこのように問題を特定して二度と起こらないようにしたことで一つは解決したことになります。これを繰り返していくことで完成を妨げる原因を潰していくことができるんです。でもこう思いませんでしたか？そう言われても結局俺たちはどうすればいいんだよ。そこで皆さんが実際に取り組む時の4つのステップを具体的にお話しします。1、理想と現実のギャップを明らかにする。理想の絵と比べて自分はどこがダメだと思ったのか、何が理想と違うのかを言葉にしてみます。紙に書き出してみると分かりやすいです。2、現状を把握する。今はどんな状況なのか、自分は一体何をしてきたのかを具体的に書き出してみます。制作プロセスを確認し、自分がどんなことを考えながら書いていたのかを振り返ります。3、原因を分析する。なぜそうなっているのか、どのプロセスで問題が発生しているのかを考えます。4、解決策を考案する。どうすれば改善できるのか、どのプロセスをどう変えればうまくいくのかを考えます。ここで重要なのは、プロセスの構造を変えることを意識することです。表面的な対処ではなく、このプロセスのこの部分をこう変えれば二度と同じ問題が起きないという根本的な解決を目指してください。この4つのステップを繰り返すことで、問題解決のアプローチが身につき、絵を完成させることができるようになります。絵が完成しないのは才能不足ではありません。本当の原因は問題解決のアプローチができていないからです。問題を分解して分析し、プロセスの構造を変えることで二度と同じ問題が起きないようにすることができます。表面的な対処ではなく根本的な解決を目指すことが大切です。今日から小さくても本質的な問題を見つける練習を始めましょう。いきなりは難しいかもしれませんが、少しずつ自分のペースで取り組んでいただければと思います。このチャンネルでは絵の技術だけではなく人生全般で役立つノウハウを解説していきます。後で見つけられるように今のうちにチャンネル登録しておいてください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。